皆さんこんにちは、ゆなです。ひなこです。今日はアメリカ人の男性とお付き合いする時と日本人の男性とお付き合いをする時の違いについて2人でお話ししようと思います。今日は、付き合いたての時で付き合ってる途中と、終わり方でそれぞれ何が違ったかっていうのを2人で話していこうと思うんですけど、お話しする前にまずは2人の恋愛経歴を軽く話してね、で私は日本人と付き合ったことが多いですね。てかほぼほぼ日本人としか私は付き合ったことがない。なるほど、私は逆にアメリカ人と付き合ったことしかないかな。日本人とね恋愛したことがなくて。そうだよね、あなた確かにじゃあお互いのね、私が日本人サイドのその付き合い方でひなこがアメリカ人サイドと付き合ってる時視線でお話ししていこうと思います。ではまず付き合いたての違いからお話ししようと思います。付き合いたてって私結構アメリカ人と付き合ってる女の子から聞くんだけど、ステージがあるんだよね。トーキングフェーズトーキングフェーズとアッテイング。何それアッテインって。なんかちゃんとは付き合ってないけど、何かしら感情があるみたいな。やることやってるってこと？多分やってます。なるほどね。ちゃんと付き合う前の予行演習みたいな。じゃあ付き合うっていうのはその後のフェーズになってくるの？そうだね。人によってはもう向こうはもう付き合ってるって認識してて、で私はみたいな。そういうのもあるんだ。ある。元彼に言われたのが、友達と電話してて、これから彼女送ってくるねみたいな言ってて、私彼女みたいな。Am I your girlfriend? みたいな。そしたら違うのって聞かれて、そう私の中ではそんな認識全然なかったから、そうただ友達以上恋人未満だなって思ってたから、そう恋人って言われてびっくりしました。それ結構アメリカ人と日本人のその付き合い方の違いでよく言われるのが、付き合おうっていうはっきりした合図がなく勝手に付き合ってるみたいな、勝手に付き合ってるって思われてるみたいな。そうね、向こうだけ勝手に思ってて、こっちは日本人はやっぱりちゃんとねそうやってくださいみたいな。だね。私が付き合ってきた人の中でそれ言わなかった人は一人もいないね。付き合おうってちゃんとあってっていう、ちゃんとやっぱそこのステップがあるじゃん。日本人って付き合ってからそういうことするようになって、もちろんそういうスタンダードな付き合い方してないちょっと邪道な付き合い方してる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、でも基本的にはやっぱこれが一番のスタンダードな付き合い方。最近の若者ね結構ねみんな乱れてるからねわからないけど、でもそうだね、そういう付き合い方してる人たちの方が多いんじゃないかなっていう印象。次は付き合ってる途中の違いについてお話ししようと思います。呼び方についてすごい違うなって思ったのが、そのインスタのストーリーとかに彼氏と喋ってるとスクリーンショット載せます、でも本当ベイビーとかベイブとか呼んでるの、あれマジでみんな二人称ベイビーって呼んでるの？そうだね、毎回ベイビーって呼んでて、スーパーとかちょっと遠くに彼がいて呼びたい時はベイビーみたいな。怖くない？怒ってる時はベーみたいな。怖くない？ベイビーって私もっとベイビーみたいなイメージだと思ってたら、普通にもう喋る時にじゃあそういう怒ってる時でも悲しい時でもベイビーみたいな感じだったね。そう何でも。私の今付き合うあなたもよく知るローカルだって思うじゃん。でもベイビーってひな子を彼氏とベイビーって呼び合ってるらしいよって言ったら、俺には無理って言われたよ。アメリカ人すぎるか。多分ね、それ結構アメリカ人聞きまして皆さん。アメリカ人と付き合う時はベイビーって呼んであげてください。愛情表現も一般的に言われるのが日本人の方が淡白。言うよね。どうなんだろうね実際。逆に聞きたいのが、日本人って I love you みたいな、愛してるって言う？愛してるって結構パワーワードじゃん。恋愛界の中でもここに来る言葉じゃない。人によって言わなかったり言ったりだと思うんだけど、私が今まで付き合ってきた人で情熱的な人も一人いたじゃん。そういう人とかはやっぱ愛してるって言ってくれるけど、でも言わない。好きとかそんな毎日言ったりはしない。なるほどね。特別な日とかそういうのも言われてたっけな。ちょっと思い出せないわ。アメリカ人は逆に毎日 I love you って言ってるね。 Good morning, I love you. Oh, let's eat lunch. By the way, I love you. それは言い過ぎ。それは言わない。おはよう I love you、おやすみ I love you。普通にで途中も
ふとした時に「I love you」って感じかな。すごいね。I love you の嵐じゃん。あ、でもちゃんとそれを伝えられるまでには時間がかかった。 I love you ってステップはすぐ踏むわけじゃないんだ、ちゃんと I love you って思わないと I love you って言えないんだね。そうね、だから心はこもってると思う、言いながらもね。アメリカ人は親に紹介するのが早くってちょっと焦ったこともありました。まずさ、親に紹介って私の認識だとじゃあもう結婚しましょうっていう段階に行ってから、もちろんそうじゃないパターンもあると思うんだけど、でも基本的には真剣にお付き合いしてる人たちだけで、私は元彼に5ヶ月付き合った時点で実家にお泊まりさせてもらって、もうそれを5ヶ月あれ6ヶ月しか付き合ってなくない？その後別れました。そうお泊まりしていいよみたいな親から言ってくれて、じゃあお泊まりさせてもらいますみたいな。で帰る時にハグされていつでも帰ってきていいからねってファミリーじゃん。2日3日ぐらいしかいなかったんだけど、すごい受け入れてくれて戻ることはなかったんですけどやめときなさい、そういうこと言うの。人とすぐアメリカ人ってやっぱ仲良くなるというかさ、距離が縮まるのはアメリカ人の方が早いの。早い。遠慮とかあんまりないもんね。確かに日本人の、今まで私が、お付き合いさせてもらった人の中でも、親には合ってるけど、やっぱりそのちらっとそういう話をするよね、結婚とか考えてるよとか、私まだ23だから早いなって毎回思ってたんだけど、アメリカ人もそういう結婚とかじゃなくて普通にもう彼女だし家族だし、じゃあ仲良くしようぜみたいな感じで仲良く。多分ね、敷居が低いかもしれない。なるほどね。あとはその私のイメージの中なんだけど、結構そのアメリカ人のまずそもそも集まり方と日本人の集まり方って違うじゃん。なんか日本人の集まりとかだと、とにかくそのお酒の場になるとすごく長い。でアメリカ人はもうショットバーみたいな、潰れた人からね、そう帰ってね、そういうイメージだから、それもそうだと思うんだけど、日本人だと彼が例えば友達に紹介してくれるってなると、会話をこううまく振ってくれたりとか、そこにやっぱノリとかハーモニーが、日本人だからね生まれるわけよ。アメリカ人ってどうなの？逆にアメリカ人はもうポップコーンスタイルで、ポップコーンって言うんだ。喋りたい人がもうバーって喋って、何か言いたい人がバーって返すみたいな。だからあんまりハーモニーとかじゃないかな。だから私とかはあんまり遠慮しちゃって喋らないと、そうなんか静かだねって言われる。逆に。あ、そうなんだ。そう、自分で入ってみたいな。じゃあもうその彼氏とかも基本はやっぱコーチ。そうだね、名前は紹介してくれて「Oh, this is ひなこ」みたいな。でもあとは、もう彼は彼の友達と話してて、で私は彼の友達と話さざるを得ないみたいな。コミュ力上がりそうだよね。その形式で付き合っていくとコミュ力上がっていきそうだよね。困る、たまに。日本人とかだとね、じゃあ彼がこういう話題を振って「あ、〇〇と言うなんてそれ共通じゃん」とか、そういう探りながら、やっぱそのジャブを打つじゃん、日本人の会話って。こうしてそう様子見ながらだからさ、彼の紹介となるとそれを余計顕著に見えてくるわけで。なるほどね、それは結構違うね。じゃあ最後は恋愛をします。別れます。悲しい。だからその終わり方について違いがあるかどうかっていうのを話そうと思います。どういうふうに別れてるの？いつも別れる時は、ちょっと話したいんだけどみたいな感じでシリアスなトーンをセットして、で距離を置きたいんだけどとか、決断してる時は別れようってストレートに言っちゃう。全く同じだよ。距離を置いて、じゃあちょっとどうしようかってなって、でも距離を置いたらさ8割別れるじゃん。お互いやっぱその心の準備をする期間じゃん。確かに察するよね。そう察する期間として今そこでねっていう感じだから、じゃあ変わんないのかな。万国共通ですね。別れ方は万国共通のようです。いかがでしたでしょうか。これがアメリカ人と付き合う時と、日本人と付き合う時の違いでした。どうなる？結局どっちと付き合う方がいいんだろうね。やっぱでもアメリカ人とずっと付き合ってるわけだから、アメリカ人と付き合う方が楽かな。でも日本人と付き合ってていいなっていうのが、ギャグとか、もうカルチャー的なやつね。テレビ番組の話とかしたくても分かってくれないから、そういうのは羨ましいなって思う。なるほどね。逆にアメリカ人と一緒にいると楽そうだなっていうのをすごく思うかな。私は日本人と一緒にいると機嫌悪い時とかやっぱ合わせたりとか、その気使うじゃん。みんな気使うから、じゃあ気を使わせないみたいな、そういうのがすごくあるから。でもアメリカの子たちっていい意味でも悪い意味でもすごい素直じゃない？もう感情表現が素直。顔に出ちゃう。そう、顔に出る。機嫌悪い時だったら
態度がもうそう態度から出るし、機嫌よかったらわーみたいな、それをなんかこう自分で、自制せずともそういう風に出しても、その誰も批判しないじゃん、それに関しては。それはすごく楽で、付き合っててお互いにその距離がすぐ縮まるっていうのすごくわかるかな、オープンなもん最初から。そうね、感情とかも嘘つかないね、最初からオープンなのすごいいいなって思うかな。最後まで見てくれてありがとうございました。面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。でまた次の動画でお会いしましょう。